よいしょよいしょと。巨大化の体ってこんなに不便とは。やっと着いた。おーいミカ、イーダ先輩。フレックさん、どうしたんですか？これは遺伝子感染の症状。うん、おそらく NBS 試薬をリバースエンジニアリングした後、現在の遺伝子断片が混入して転写時にエラーが発生した。でもよく巨大化するせいか、体が NBS に適応したおかげで理性を保てているよ。元に戻れるの？もちろんだよね。フレックさんは現在になった人間を元に戻す方法を知ってるの？一応経験はあるけど、現在になった人間ではなくて感染した人間ね。まあマヤのおかげとも言える。少し違うんだけど。ミヤを元に戻してほしい。妹さん、何かあったの？あの原罪が見える？あいつに食べられてしまったの、この子の妹が。詳しく聞かせて。なるほど。あの殻なき殻は大量のネズミ型原剤を吸収した後にミヤまで飲み込んだのか。今の状況では少々厄介だな。きっと方法はあるよね、フレックさん。気持ちはわかるけど嘘は言いたくないの。ミカ、ごめん、諦めて。フレックさん、それはどういう意味？人間と原罪の融合に関する実験資料は数多く残っている。それらはアイギスによる統制が始まる前の暗黒の時代に伝わってきたデータがある。その正当性や目的についてここで議論するつもりはない。君が知っておくべきことはただ一つ。そのデータは確かで信頼に足るということ。そしてそのデータから我々が得た結論は、現在に変わった人間を取り戻せるかどうかを判別する唯一の基準。人間性がどれだけ残っているかだ。人間性。わかりやすく言えば人間らしさや自我、あるいは魂だ。最もわかりやすい例はこの私。今の私の体はおよそ1割ほど現在化している。だがこうしてあなたたちと会話でき、襲いかかることもない。それは私がまだ人間性を失っていない証拠ね。私は依然として私であり、体の一部は変わっても魂はフレックのまま、人間のままだ。魂なんて本当に存在するの？あるかもしれないし、ないかもしれない。ただ理解しやすくするためにそう呼んでいるだけ。この場ではあるとしておこう。私はかつて現在に融合されてから24時間にわたり人間性を保ち、最終的に救出された人を目にしたことがある。じゃあミヤにもまだ可能性が。だけどそれは例外だ。その人の意識はより強大な意識に守られていたからこそ狂気の本流に飲まれずに済んだの。現在の思考は嵐のようなもの。それに比べれば人間の意識などは小舟に等しい。よほど強い意志を持つか、あるいは外部から守られない限り一瞬で嵐に引き裂かれて沈んでしまう。あなたの妹ミヤにはそこまでの意志はないはず。ミヤ、ごめんごめんごめん。気を落とすな。それにしてもあのロボットは何をしているの？彼女は戦っている。
勝ち目のない戦いにまだ意味があるのか。目標誘導中。位置を修正します。完璧な器を打ち破ろうとするなんて。でも皮一枚すら傷つけられない攻撃に果たして何の意味があるのかしら。目標誘導中。位置を修正します。警告。エネルギー備蓄が臨界値に接近。機体接続が間もなく断たれます。動きが鈍ってきた。エネルギーが尽きかけているのね。何か気づいたの？分かったかもしれない。上だ。目標誘導中。最後の位置を修正します。警告。エネルギー備蓄枯渇。機体接続断絶成功しました。分かった。ダプネーは無意味に戦っていたわけじゃない。彼女が狙っていたのは通路を開くこと。行くぞ、ダプネ。了解。目標座標をロックしました。突撃を実行します。成功した。通路が開いた。何か来る。地点に到達しました。あれは幽霊機体。また会ったな、フレック。いいな。ナビゲーター、死んだんじゃなかったのか。真実を伝えずに済まない。代行ナビゲーターのテストも今回の任務の一つだ。なるほどね。2人だけでブルーマウンテンに乗り込むなんてと思ってたけど、前に現れたナビゲーターもロボットだったわけか。だが今ここにいる俺とダプネーは紛れもなく本物だ。あなただけで2人だけで勝てるの？いや、今回は2人だけじゃない。ナビゲーター、久しぶりです。私のことを覚えていますか？
平身者の転移長務。業務もいるぞ。最初に駆けつけたのがお前たちとはな。平身者はあなたの情報を受け取った直後に出動しました。後ほど他の招待が来るはずです。ただ彼女たちはまず地上の厄介事を処理する必要があります。殿が突入したその時、地上では大量の原罪ネズミが洞口に集まり始めたんだ。長蓮と長音は今上を守ってネズミの群れの侵入を防ぎ、ここでの戦闘に影響が出ないようにしてくれている。蛇や虫、ネズミやアリ、古来より大病の兆しとされています。つまりあの原罪こそブルーマウンテンの病巣です。どうやら根治が難しい難病のようです。癒せるかどうかはまず治療してみなければわからないな。業務の言う通り、いかなる手を尽くしてでも原罪の蔓延を止めねばならない。業務の憲法と幽霊の呪術、そこにナビゲーターの戦法を薬として加えれば、これほど強いお薬ならどんなに頑固な病気が原罪でさえも抗うことはできませんね。命令をくれ、殿。ブルーマウンテンの問題はもうすぐ完全に解決する。そういうことだったのね。